今回のジャンク発掘品はちょっと気になるネクタイピンです。刻印は K18 とシルバー、金と金の表示が並んでいます。一見すると銀色のベース部分と黒っぽい丸いパーツ。でもこの黒い部分はどうにも金には見えません。果たしてこれは本当に18金とシルバーでできているんでしょうか。今回は壊さずに素材の価値を計算で推定する方法に挑戦してみます。どうも、ジャンク鉱山ラボです。この動画では素材の体積から重さを逆算し、比重と相場を使ってざっくりした金額を割り出します。そして最後に実際の重さと比較することで金や銀である可能性を検証していきます。まずはルーペでじっくり観察。丸いパーツには何やら変な模様が。本体は綺麗な金色をしていますが、丸い部分は黒ずんでいます。刻印も確認します。見やすい位置にはっきりと打たれていました。USB 顕微鏡で拡大すると、銀色のベースには綺麗な表面加工がされています。一方、黒いパーツには腐食のようなものが見えます。では、破壊せずに金額を出す方法を解説しましょう。まず、体積の計算から。黒い丸いパーツは直径が約10ミリ、高さ 1.8 ミリの円柱です。半径5ミリとして体積は 5×5×1.8×3.1416 で約141立方ミリメートル。これに18金の比重 15.6 をかけると重さは約 2.2 グラム。18金の買取相場を1グラム 12,500 円とすれば 2.2 グラムかける 12,500 円、27,500 円になります。次に銀色のベース部分です。複雑な構造ですが、今回は直方体として計算します。長さ55ミリ、幅 6.15 ミリ、高さは 2.03 ミリで、体積は約687立方ミリメートル。シルバーの925の比重約 10.2 をかけると重さは約7グラムです。相場150円、1グラムあたりで計算すると1050円になります。合計してこのネクタイピンの評価額は 28,550 円。キャバクラには心もとないですが、高級焼肉には十分ですね。でもここで注意が必要です。この方法は刻印が本物であることが前提です。経験豊富で見た目である程度判断できる人向きです。
では実際に重さを測ってみましょう。全体の重さは 11.83g。計算上の合計は 9.2g だったので、差し引きも含めて妥当な範囲です。この時点で金や銀が占める割合は 77.7%。さて、実際にパーツを分解して重さを測ってみます。まずは丸いパーツ。ペンチで軽くこねると簡単に取れました。ただ、剥がれてしまった部分に金色は見えません。少し不安です。本体部分の重さは 6.79g。計算上の 7g と比べて近い数字です。これはシルバーの比重と高精度で合っていると言えそうです。では、丸いパーツの重さは 1.5g。あれ、計算では 2.2g だったので、だいぶ軽いですね。これはキャバクラどころか焼肉も遠のいてしまう予感です。こうしてみると、ネクタイピンのベース部分、おそらくシルバーは比重 10.2 に対して 97% の精度で一致。一方、計18だと思っていた丸いパーツは重さが想定よりかなり軽く、信頼度に疑問が残ります。この違和感。果たして丸いパーツは本当に18金だったのか。この後、さらに検証を進めて、実際に査定にも出してみたところ、思いもよらない結果が返ってきました。この続きは、ぜひ次回の動画でお楽しみください。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。